私たちは自分のことを過小評価する傾向があります。本当は私たちはもっともっと大きな存在なんです。今動画をご覧になっているあなたも自分では気づいていないいろいろな才能や能力を持っている。いやいや、自分のことはもう十分に分かってますからと思うかもしれませんが、やっぱりあなたはまだ力のほとんどを発揮できていない。多くの人が自分の素晴らしい能力に気づけないのはなぜだと思いますか？それはおそらくこれまで周りの人たちから大した才能なんかあるはずないでしょと言われ、無意識にどこか諦めてきたからかもしれません。では、自分の才能を見つけるにはどうすればいいと思いますか？自分の才能を見つけるには冒険をすればいいんです。今までと違うこと、やったことのないことに挑戦しましょう。新しい趣味を始めてみましょう。今までは想像もしなかったことをやってみるんです。人生を冒険と考えて、心を開いて前向きになり、新しい考え方を積極的に取り入れて、自分の周りの興味深いことに目を向けてみましょう。あまりにも多くの人が冒険の楽しさを知ることなく、自分の能力を存分に発揮できないまま過ごしています。ある人は、人生は晩餐会のようなものだ、と言いましたが、それに参加しようとしない人たちがたくさんいるのはもったいない話。さあ、人生が差し出す豪華な料理を味わいましょう。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、心の持ち方という本をご紹介したいと思います。本書の出版は2004年、それから15年以上売れ続け、愛されている本なんです。そのテーマは一言で言うと、自尊心、自己肯定感やプライドとうまく付き合って、心の持ち方を変えるだけで、本来の自分の姿を取り戻し、人生が変わっていくというのです。様々な心の持ち方のヒントが92項目詰まっている本書は、いろいろな味のキャンディーの詰め合わせみたいなもの。最初から順番に楽しんでもいいですし、気分に合わせて好きな項目を選んで味わっても OK です。どの項目も人生を豊かにしてくれる独特な味わいを楽しめると思います。本動画ではその中からいくつかをピックアップしてご紹介したいと思いますので、最後まで見てみてくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。自分を最優先する。自分のことを 100% 愛することはとても大切です。でも残念だけど、多くの人は自分をそれほど愛していない。それは自分より他人の幸せを優先するように教えられてきてしまったから。次のような考え方に心当たりはありませんか？相手の気持ちになって考えて。相手の意見を尊重しないとダメ。まず相手を満足させなきゃ。相手のニーズは何より重要。自分より他人を優先すると、自分の思いを軽く見てしまいがちになってしまう。その結果、他人に利用されているように感じて、被害者意識を持つようになるんです。自分と他人の関係性を注意深く眺めれば、私たちがどれほど他人の思いを優先しても、他人が同じように私たちの思いを優先してくれるわけではないことに気づくはず。自分より他人の方が大切だと考えるのは悪い習慣。ぜひとも断ち切るべき。もちろん、他人が助けを必要としているときに力になってあげることは全然間違っていない。でもそのためには、まず自分を大切にする必要があるんです。自分を大切にしないような人は誰の力にもなれないから。自分より他人の方が大切だと考えるのは悪い習慣。自分を大切にしない人間は誰の力にもなれない。ノーという。私たちには使うのをためらっている言葉があります。その言葉とは一体何だと思いますか？それはノーです。私たちは誰かに助けを求められると気が進まないのにイエスと答えることがよくありますよね。その理由はノーと言うと相手を怒らせてしまうんじゃないかと思っているから。でもそれは正しくないんです。ノーと言ったからといってそのこと自体が相手を怒らせるわけではないから。ただ一部の人たちは思い通りにいかないと怒る癖があるというだけのこと。日頃からノーという練習をして人生をシンプルにしましょう。ノーと言いたかったのにイエスと言ってしまった過去のいろいろな状況を思い描いてみましょう。その練習を繰り返すと
ごく自然にノーと言えるようになるはず。ノーと言ったら相手を怒らせてしまうというのは思い込み。ノーという練習をして人生をシンプルにしよう。どんな状況でも笑う機会を見つける。私たちは人生をあまりにも深刻に考えすぎる癖があります。すでに起こった悪いこと、これから起こるかもしれない悪いことについて、あれこれ考えてばかりいるから、人生は一大事と思い込んでいる。確かに、時には深刻な事態に直面することもあるけど、それを除けば、人生は途方もなく面白い。今まで物事を深刻に考えることが多かったなら、考え方を変えてみましょう。笑うと、脳では神経伝達物質のエンドルフィンが分泌され、それがとても幸せな気持ちにさせるし、笑いは疲れた心を癒して、精神的エネルギーを再び充電し、ストレスと緊張を解きほぐしてくれる。笑いは人間だけに与えられた才能。だから、この才能を最大限に活かしましょう。笑いを増やして心身の健康を増進するために、いつもの日常の中で面白い要素を見つけることを心がけてみましょう。これを数週間実践するだけで、健康的な習慣が身につくはず。周りの人たちはあなたの変化に驚きますよ。人生は深刻に考える必要はない。日頃から心がけて面白い要素を見つけ、笑う機会を増やせば、心身が健康になっていく。自分で運を作り出す。完璧なチャンスが到来するのを待っている人いませんか？例えば、次のような完璧なチャンスを。相性がぴったりのパートナーに出会う。まだ誰も手をつけていない分野で事業を起こす。より多くのお金を稼げる仕事に就く。バッチリのロケーションに新しい家を買う。私たちは完璧なチャンスが到来するのをじっと待ちます。年月が流れて、年をとってもまだ待っている。でも悲しいことに、完璧なチャンスは訪れないかもしれない。チャンスの方からあなたを探し出すことはないんです。あなたがチャンスを探し出すんです。人生で欲しいものを手に入れる人たちは、積極的にチャンスを探し求めるか、自分で運を作り出すことによって願望を実現する。チャンスは絶対に見つかるものなんです。チャンスは一生に一度だけドアを叩くという格言もありますが、それは間違ってる。チャンスは絶えずドアを叩いているのに、私たちがそれに耳を傾けていないだけ、気がつかないだけ。チャンスが到来するのを待っていても無駄。積極的にチャンスを求めよう。必ずチャンスは見つかる。思考から自分を解放する。ほとんどの人はアクセクして生きています。いつもトップギアの状態で生活しているようなものです。絶えず忙しくして、やるべきことがいっぱいあり、解決しなければならない問題をたくさん抱えている。それに加えて、周りからどう見られているかとか、どう思われているかが気になってしょうがない。過去の嫌な記憶が心の中に何回も何回も蘇ってくる。このような心の状態は決して穏やかではなく、様々な思考で混沌としています。穏やかな心って何だと思いますか？それは様々な思考から完全に解き放たれた心のこと。そうは言っても思考から完全に解き放たれるなんて、この忙しい世の中では無理な相談だよ、とあなたはいぶかるかもしれない。穏やかな心の恩恵を受けるには何も何時間も思考から解放される必要はないんです。誰でも一日の中に細切れの時間が何度かあるはずだから、その時間を利用してリラックスし、考えるのをやめればいいだけ。これはストレスを減らして人生を快適にする多くの方法の一つで、ほんの数秒間でも考えるのをやめてみると、かなりリフレッシュできて、残りの時間で効率的に仕事をこなせるようになるんです。様々な思考から自分を解放し、心を穏やかな状態にする時間を作ろう。誰の前でも自分らしくいる。あなたは毎日どれくらい多くの自分になっていますか？家族と一緒にいる時の自分、仕事をしている時の自分、友人と一緒にいる時の自分、一人でいる時の自分、それ以外にも様々な自分になっているはずです。なんでこんなことを言うと思いますか？それは一緒にいる相手が変わるとあなたも変わるから。周りの人々の期待に応えるためには、あなたは自分の性格と行動を変えている。確かに
自分の欲求と行動をむき出しにして周りの人たちと付き合うことはできないから、時と場合によってはこれは必要なこと。でも、すべての人に合わせて自分を変えることは良くないんです。そんなことをすれば神経がすり減って、ストレスが溜まって疲れ果ててしまうだけ。理想的な環境とは、自分がいつも自分らしくあることができる環境。ですが、それがいつもできる状況にあるとは限りませんよね。まずやるべきことは、あまりにも居心地が悪く、精神的に参ってしまう自分がいる場合は、その場から身を遠ざけましょう。そして、いろいろな人間関係に合わせて、何を、どれだけ変えているのかを整理するために、一日であなたが変わるすべての自分をリストアップしてみましょう。人に合わせて自分を変えていると疲れ果ててしまう。自分が演じている役割について検証してみよう。ご覧の通り、一つ一つの項目は、それ自体目が飛び出るほどに驚くことではありません。ですが、普段の生活では気がつかなかったり、ついつい後回しにしてしまうものばかり。なので、例えば普段机の上に置いておいたり、カバンの中に忍ばせておいて、ふとしたタイミングで見直してみると、自分らしい生活を送るヒントになるのではないでしょうか。もう何年も読み続けられている本です。もしも興味がありましたら、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。